ラングリスタに関してはね、本当にバトル曲が一番有名とか、まあ、もともとバトルするゲームなので、はい。うん、こういろいろ作ってたし、味方の曲と敵の曲っていうので、やはりこのゲームに関しては、誰もがちょっと主人公じゃないけど、誰も敵ではあっても、敵であっても、それぞれがその国のヒーローであるわけだから、はい。はい。だから彼らの曲もかっこよくなければいけない。とにかく全部の曲をかっこよくしようってことで、あんまり悪役っぽい曲を作ってないのね。まあ嫌なやつもいるから、そういうやつにはね、嫌な曲を作ったけど、はい。でも、そう、なるべくみんなが、それぞれのヒーローだっていう感じの曲を作って。で、多分それが受けたのかなと思うけど。バトル曲関連でちょっとお聞きしたいしたことがうん。前にリリースされた Unchained っていうアルバムがあうん、るじゃないうん、はいはいはで、その、ライナーノーツというか、そのブックレットを読んでると、ソウルアームズっていうアプリゲームの楽曲い。はい。を、まあ、その収録して、ほぼ全部うん、バトル曲でうん、書いてて、もう本当に熱い曲ばっかり入ってるんですけどはい。も、うん、うん。僕はこのゴッチャーズ・クロニクルでちょうど今、ボス戦の曲作ってて、うん。ものすごい難しいですよ。これ結構他の曲、街とかに比べてすごい時間かかってて、で、この時間かかるね。サントラ聴いてて、よくこの全部バトル曲ばっかり作るのにどれだけ難しいんだろうって、本当にすごいアルバムだなと思って聴いてたんですけど、岩田さんにとって一番時間をかけるとか、時間をかけたいうん。タイプの楽曲っていうのは、なんですかこのバトル曲っていうのはやっぱ時間かかるものなんですか？絶対かかる。絶あ、やっぱ対かかる。うん。はい。そう。まあ、テンポも速い、まあ、速い遅いもあるけれども、やっぱりバトル曲って一番その RPG の中では盛り上げなきゃいけない曲ではい。あるし、何度も聴かされる曲じゃない。そうですね。はい。そうそう、ゲームやってる時には。だからこそ、ループしてもすごく、嫌にならずにずっと聴いていられる曲でいたいし、心をずっと熱くさせなきゃいけないし、はい。ということで自分の中のテンションもずっと上げながら作っていかなきゃいけないっていう、はい。やっぱり相当ハードな曲なんだよ。そのバトル曲って熱くないとダメだけど、その常にサビみたいなメインな状態だと、うんうん。ちょっと疲れてしまうみたいなのもあるかもしれない。疲れる。あるちょっとある。落とすとことかあるじゃないですか。うん。うん、それもなんか聞いてて、うわ、すごいなって、本当に飽きさせない。ループして、プレイヤーも疲れさせないみたいな、その曲の微妙な作りみたいのが、難しい、難しいなはいはい。と思って、そのアルバム聞いてて、うわ、すごいなと思って聞いてたんですけど、はい。うん。まあね、日本語ではだからメリハリって言うんだけど、はい。英語でなんて言うかわかんないんだけど、ガーッと押し、そのメリハリのメリだけだ、メリハリどっちだだから、ガーッと押すところばっかりだと、はい。ずっとこのテンションだから、それは普通になっちゃうんだよね。そうですね。だからはい。一旦落としてあげると、このガーッと上がるのがすごく効果的になるじゃん。はい。はい。で、やはりそういうのを作ってあげる。で、その時には自分の中で戦っていいのだろうか、こんな戦いとかしたくないっていう気持ち。まあ僕の場合、僕の曲ほとんどがだから戦うのを否定する曲が多いのね。はい。はい。うん。必ず戦いを否定して、でもしょうがない、愛する人のために戦おうみたいな感じの場面がすごく多いんで、はい。一回自分の中を否定するっていうことで、こう音を落としたりとか、リズはい。ムをなくしたりとか、なんかいろんな工夫をしながら、そのメリハリっていうのを作るんですよ。やっぱそね、う。はい。これもね、ワンパターンにならないようにしないと、あ、はい。またこのパターンできたなって言われるはい。と、うん。飽きられちゃうんで、はい。バトル曲の数だけパターンを持ってないとはい。大変なんですよ。そうなんですね。すごい難しいよ。